ベティ先生、おはようございます。おはようございます、マチルダ先生。今日はすっきりと晴れたいいお天気ね。今日は子供たちを外で思い切り遊ばせてあげようと思います。今日はラファエルは来られるのかしら。いいえ、今朝早くにお母さんから連絡があって、今日もぼーっとしているようだから休ませるとのことでした。そうなの。でも熱があったり体の具合が悪いわけじゃないのよね。幼稚園で他の子供たちと遊ぶのも大事なことだし、ぼーっとしているくらいなら連れてきてくださってもいいのにね。私もそうお伝えしたんですが、お母さんの方が心配みたいで、ちょっと過保護じゃないですかね。いえ、文句じゃなくてとてもいいお母さんだとは思ってるんですよ。家にいられると自分が大変だからって熱があっても無理やり預けようとする親もいるくらいですからね。そういうのに比べれば全然いいです。そうね。でもマチルダ先生、言い方には気をつけて。他の人にはそういったことを話したりしたらダメですよ。ラファエルのお母さんには私からも話をしておきます。あの子もきっとお友達と遊びたいはずだから。はい、お願いします。ところでベティ先生はお体の具合は大丈夫ですか？その階段から落ちたって聞きましたけど。そうなの。突然めまいがしてふらついて、でも階段から落ちたといってもそんなに高い場所じゃなかったわ。2、3段登ったくらいのところだったのよ。それでも気絶してしまったから頭でも打ったんじゃないかって心配して病院に連れて行かれたの。結局頭も打っていないし大したことじゃなかったんですけどね。お医者様にはただの疲労だって言われたわ。先生、働きすぎなんですよ。少しでもゆっくりされる時間を取られた方がいいです。その言葉、うちのアメリアとレジスにも聞かせてあげたいわ。あの子たち本当に手がかかるんですもの。私が入院した時は2人ともそれは心配してくれたけど、今じゃすっかり元通り。ただ、夫は。ご主人がどうかされたんですか？いいえ、なんでもないの。さあ、そろそろ子供たちが登園してくるはずよ。準備を終わらせましょう。皆さんこんにちは、チャンネル主です。2024年初の動画になります。今年もよろしくお願いします。前回のハイパー短い動画でお話ししたんですが、現在また新しいゲームを制作しておりまして、週1くらいで進捗動画を上げていければと思います。先生、絵本読んで。お魚の絵本がいい。どこに行っちゃったかな？僕探してるんだ。ちゃんと幼稚園っぽいマップになっていますでしょうか？僕もお外で遊びたいよ。でも今はちっちゃい子たちが遊んでるからダメなんだ。順番なんだ。奥の青いのね、一応滑り台ってことになってるんですけど、ちょっと無理があるかな。私のお気に入りの大きい地球儀、倒れたら危ないから小さい子の教室にはないのよ。子供たちのセリフを全部ひらがなにしたらとても読みにくかったので、簡単な漢字は入れることにしました。ベティ先生、警察の方がいらしてます。最近の子供たちの精神障害について調べているのだとか。応接室にお通ししたのね。ありがとう。すぐに行くわ。何か変わったことはありましたか？今回どこでもセーブじゃないゲームを作ろうかなとか考えてるんですが、無理そうだったらやめます。ここは私に任せてください。今回の主人公のこのグラフィック、実は前回の主人公の、リンちゃんと色違いですね。あら、こっちじゃないわ。応接室は1階の東側だったわね。ゲームの中で東といえば右ですね。で、こちらのグラフィック、もともとは酒場の店員さんみたいな金髪の女の人のグラフィックだったんですけれども、それをお絵かきアプリにダウンロードして、乗算、加算発行、オーバーレイとかなんかいろいろ使いまして、で、色を変えて使ってますね。お仕事中にお手を煩わせてすみません。レオナール・カッセルと申します。ご存知の通り、最近この辺りの町で集団で子どもたちがある種の精神異常になる原因について調べております。こちらの園でも何人か発症例があるとお伺いしたものですから。ご苦労様です。園長のエリザベス・ワランタンです。そうですね。入園したばかりのマイラと、来年は小学校に上がる予定のラファエル、この2人が特に顕著ですけど、他にも何人かの子供たちの様子が少しだけおかしくて、突然しくしくと泣き出したり、あるいは長い間一人でぼーっとして人の話が耳に入っていないようなことが見られます。何かに怯えているような様子はありますか？そうですね。
それは子供たち全員に見られる兆候ではないですけど、ある子は怯えて大人や友達にくっついていたり。なるほど。それで何か思い当たる節がありますか？思い当たる節？例えば園で何か特別なアクティビティや遊びをした後に起こるとか、特別なアニメーションを見せた時に起きるとか。我が園では子どもたちの発達のためにいくつかの室内遊びを採用しております。最近流行りの小さなものを色ごとに分けるなどの指先を使うものや、珍しい画材で絵を描いたりなどですが、何かの遊びの後に子どもたちがパニックを起こすなどのことはありません。またアニメーションは何人かの親御さんのご希望もあり、園では子どもたちに見せないようにしています。年長さんの子どもたちからは時々不満を言われますけどね。それでは絵本はどうですか？絵本？スフィアドラゴンという絵本をご存知でしょうか？著者はセオドア・エギスハイム。シリーズで10冊ほど出ていたと思います。スフィアドラゴンでしたら我が園にも全冊揃えております。人気のシリーズですから。実は隣町の園での調査によると、この絵本を読んだ子どもたちに精神異常が見られているということが分かりました。まさかあの絵本は子どもたちも大好きで、内容も。あら、おかしいわ。申し訳ありません。お話の内容は今思い出せないのですが、特に問題のある内容ではなかったと思います。話の内容を覚えていない？確か主人公の気の弱いドラゴンとお友達のウサギの女の子とおしゃべりなカナリアがいて、そう思い出したわ。それで登場人物たちが架空の世界で仲良く暮らしているというような内容だった気がしますが、合っていますかしら？ええ、大体は。まあ覚えていらっしゃらないのは無理もないでしょう。幼稚園の先生たちは毎月数十冊の絵本を子どもたちに読み聞かせされているのですから。そうですね。絵本となるともちろん絵柄もキャラクターもそれぞれ違いますけれど、内容によっては似たり寄ったりなことも多いものですから。後ほど内容を確認しておきます。それであの絵本が子どもたちの精神異常とどのような関係があると言われているのでしょうか？あの絵本は確かに表面的には動物たちが、主人公はドラゴンなので架空の生き物ですが、仲のいい友人たちと楽しく暮らしている、とても平和な話です。子供たちに読み聞かせをすれば、生涯の友人を作ること、友情の大切さなどを教えることができるでしょう。ただ、この事件を通してこの本の著者が伝えたいことは、おそらくそれ以上のものであると我々は気がつきました。これはおそらく深読みだと捉える方もいると思いますが、主人公の親友の一人であるウサギの女の子、メアリー・ラビット。絵本の中での彼女のセリフがどうにも暗示的なんです。メアリー・ラビット。スフィア、ここは素晴らしいところよ。ここにはお友達もたくさんいる。神様もいる。素晴らしいところ。みんながあなたを思ってる。だから寂しくなんてないわ。涙を拭いて。私と一緒に行きましょう。彼女たちが暮らす架空の世界を美化しすぎているように解釈することもできます。架空の世界、それはどこか、少なくとも現実ではない世界。神様もいる世界。総合すると死後の世界だと考えることはできませんか？メアリーは死後の世界を美化している。主人公のスフィアを通してスフィアに感情移入した子供たちを連れて行こうとしている。まさかそんなことで子供たちが精神異常に陥っているだなんて、ましてや自ら命を絶ってしまう危険性があるだなんて、とても信じられません。先生、どうか落ち着いて聞いてください。事実、子供たちはいなくなっています。なんですって？この村の周辺ですでに何件か発生しています。精神異常を起こした子供たちが次々に失踪しているんです。当局も全力で調査中ですが、なかなか有力な手がかりを得ることができておりません。そんな。まだこの辺りまでは情報が届いていなかったと見えますね。この一連の不可思議な現象、子供たちが引き起こす症状が何と呼ばれているかももちろんご存じないとは思いますが。何と呼ばれているんでしょう？メアリー・ラビットシンドローム。
はい、こちらがこのゲームのタイトルになります。ルディ、ママが呼んでるわ。クッキーができたって。ありがとうお姉ちゃん。今行くよ。あれ、今そこの茂みで何か動いたような。君は。今回の動画はここまで。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどもいただけるととっても嬉しいです。